皆さんこんにちは、ルリコです。ただいま私は熊本県天草市島子サーフライダーさんにおります。今日はこれから長崎に向かいたいと思います。はい、今お見送りをしてくださってます。今映ってます。ありがとうございます。ありがとうございました。相変わらずとっても素敵なゲストハウスさんで、将来あんなお家に住みたいなと夢が膨らむばかり。憧れですよね。あんな素敵なお家でこう趣味も楽しみながらね過ごせるって。ぜひ皆さん天草に来ましたら島子サーフライダーさん行ってみてください。おすすめです。じゃあ今日は目指すはあっちあっちに行くよ。お、すごい綺麗に見えますね。今日はこちらの天草の鬼池港というとこから長崎行きのフェリーが出るので、そちらに今向かっております。フェリー自体は1日に本数は結構多めに出てるので、1時間に1本ぐらいかな出てるので、気楽にねフェリー乗れていいですよね。これありがたい、車検証持ってかなくていいやつだ。めんどくさいんだよね。はい、1780円。よし、乗ります。よし。よいしょ。はい、長崎着岸。約30分の航海であっという間でしたね。大きな揺れもなく安定した航海で酔わずに済みましたさあ長崎に入ってきましたが、こちらでね有名なスポットといえば雲仙ですよね。昭和新山とかがあるスポットなんですけど、お山の方はね行ったことがあるんですけど、ちょっと今日ね多分上の方は曇ってる可能性高いので、海辺の方に出てまったり長崎市街地の方に向かっていこうと思ってます。はい、それでは今海沿いを走っております。ちょっとね雲は霞んでますが、海はやっぱ気持ちいいもんです。すごい街中で煙がもくもく上がってるよ。この辺り温泉地帯なんだね。小浜温泉、なんかあれだ、熱海みたいすごい風情がありますね。さあ1時間ぐらい走り続けてきまして、さあ目の前に広がっているあの海の真ん中にある道路見えてますか？皆さん見えてませんか？はい、今からあそこに行きたいと思います。さあただいまですね、先ほど上から見た時に海の中を走ってるような道路があったんですけど、今そこを走っております。ここがですね、諫早湾開拓堤防道路というところで、ご覧のように、右手は堤防ですね。高い山のようになっているので、実際にこう走っていて、海の真ん中走ってるっていう感じは片側しか感じられないですね。でもここ来たらわかるかな。ここちょうどわかりそう。ここわかるね。ここの道路がもうすごくて 8.5 キロのこの直線の道路になってて、2007年に開通した道路のようです。こう地図上で見ると海の上をこうまっすぐ道路が走ってるので、アクアラインみたいな感じで海の上走れるんだと思ったら、堤防かーってでもね、これ一回ちょっと走ってみたかったのでいい経験です。でこの 8.5 キロの中間地点あたりにですね展望所があるみたいなので、そちらに泊まってみようかなと思います。ここ危ねえよいしょ。ここ逃すともう飛ばれないからね。
はい、ではこちらの橋の上に登って上からの景色を眺めてみようと思います。はい、というわけで橋の真ん中です。ドーン、すごい。こっちが雲仙、こっちが長崎方面です。こう上から見るとやっぱすごいですね。まっすぐ、本当にまっすぐの道です。なんか鳥がいると思った。でもなんか海藻めっちゃ、あれなんだろうと思ったら、これ全部魚なんですけど、鳥食べ放題すぎんめっちゃ魚ある。すごい。水が出るところだから栄養がいっぱいあるんですかね。食べ放題バイキングです。さあ、というわけで諫早市に入ってきております。こちらでちょっと立ち寄りたいところがありますので、ふらーっとやってきました。よいしょ。駐車場が右。あ、よかった、平坦だ。あ、そうです。いつもチャンネル登録してます。ありがとうございます。ガジさんですか？はい。猫ちゃん。猫好きですよ。猫やん。動画撮ってて平気ですか？大丈夫です。猫、うちも飼ってる。はい、というわけでこちらの久山俊神社さん、五穀院のできる神社さんということで、私ここね絶対行きたくて、なんでかっていうと、その刻印のデザインがめちゃくちゃ可愛いんですよ。でももうね、境内入った瞬間、宮司さんが出迎えてくださって、猫ちゃんもいて、めっちゃ癒された。じゃあ今からこのね五穀印を打っていきたいと思います。猫ちゃんの五穀印です。かわいい。さあ、そういうわけで佐世保に到着いたしました。1時間ぐらい走ったとこですね。いやー、合間で本当はレモンステーキを絶対に食べたかったんですが、営業時間にどうやっても間に合わなくて、みんななんかこうお昼の部と夜の部で分けられてるので、ちょうど到着する時間がそのお休み時間っていう。レモンステーキ食べたかった。なかなか佐世保でレモンステーキが食べられない私は、そんなこんなでちょっとおにぎりを一つ食べまして、で佐世保にやってきたんですが、ちょっと私の眠気がめちゃくちゃやばくてですね、信号待ちで立ちながらでも寝てしまいそうだったので、早いんですが今日のお宿の方に行こうかと思います。あ、フェリー作ってるのかな。あれ、フェリー修理中。すごい大きい豪華客船だよ。初めてここにフェリーがいるの見たかも。おー、すごい。うわーすごい。さあ、長崎佐世保のお宿といえばカレーハウス西風さんです。明日はですね、佐世保のライド集会がありまして、そのために今回私もね来たんですけれども、主催のゼフさんに会いにまたやってきました。明日はあんまり天気が良くないみたいなので、この綺麗な景色見れるのは今日だけなのか。
ますよ。勢いでいきますよ。それ勢いでいくぞ。勢いでいくぞ。それ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 よしよし。お、到着。よいしょ。西風さん。すごい。でかっ。でも多分まだちょっと焼けてない。だけ。めっちゃでかい。すごい。あ、今あげるか。アルミ箔が。でも私もこうやって走るかも。なんか伝わらないって。本当にありがとうございます。どこも動きたくないと思って。レモンと一緒にスープを絞って、まあ、食べる感じで確かに変わらない。おはようございます。今日は最終日の朝です。なんと今から私はこのゼフさんのクロスカブ、ハンターカブ、スーパーカブ、に乗ってちょっととあるとこに行こうと思います。でちょっとねはやぶさ置いて、で昨日宿一緒だったりょうたくんと一緒に走ります。乗れんのか。ニュートラ一足、入った入った。行きます。うわーうわー、怖い。一足二足、うわー綺麗。うわー楽しい。イエーイ、めっちゃ気楽や。このカブシフトインジゲーターついてるからめっちゃ助かる。さあというわけでですね、なぜ私は今このゼフさんのカブに乗らせてもらってるかというと、今から行く場所がですね、ちょっと私はやぶさで行ける自信がなくって、でも行きたいな、行けますかねって相談をゼフさんにしていたところ、じゃあカブ貸してあげるねって言ってくださって、お言葉に甘えてこの黄色い可愛いカブでね、そちらに今向かってます。で今ね私の後ろに走ってくれてるんですけども、ライド集会もお手伝いに来てた大阪からの旅人のりょうたくん、彼も目的地が一緒だったんで、じゃあ一緒に行こうかっていうことでね、あと私が今カブが運転できるか分からんからっていうのでちょっと
見守ってくださりながら一緒にね向かってます。いろいろ旅して思うのはね、小さい排気量最強ってことですね。はやぶさはいろんなとこまで連れてってくれるんだけど、細かい道とかちょっと砂利道とか坂道になると途端にね、私はちょっと不安というか、無理だったらやめた方がいいかもしれないって諦めなければいけないところが結構多くてですね、そんなこともあって最近は本当に 125cc、このぐらいの排気量がね自分にはいいなーって思ってるとこであります。楽、もうなんせ気持ちが楽よよいしょ、2足3足、おお、ゴーゴー。あ、でもこれはちょっとね、はやぶさだったら初見ドキドキしちゃうわで、ここ右、おお、これはね株でよかったねおお、着いた着いた着いた。これははやぶさで来なくてよかった確かにここビーンって上がったらここだったんだね。でもなんか本当にいいって思っちゃうよねここ走っていいのって思っちゃうよね。でもすごい着いた着いた。これで漏らすんやって。力強く20分ぐらい。五刻印2本目完成です。おお、ここ通ってよかったよね。左と右で気をつけてね良き旅を。よし、じゃあ私は目標達成、井森神社さん、一旦西風さんに戻って愛車のはやぶさを迎えに行きましょう。はい、それでは西風さんを出発したいと思います。行きます。お世話になりました。さようなら。はやぶさでけえパワーがすごい。じゃあね、このはやぶさでロータリーのシフトだと勘違いしないように気をつけていきます。さあ、西風さんからだいたい30分ぐらい走ったところです。お、安い。早く175円。ちょっと後で入れよう。佐世保に入った日にですね、行ってみたかったライダーズカフェがあったんですが、駐車場が心配で諦めちゃったところがあったんですね。でもライド集会の時にオーナーさんとお話しする機会があって、駐車場が怖くて行けなかったんですって言ったら、下にもあるよ、大丈夫だよって教えてくださったので、せっかくなら行ってみようということで今やってきております。あ、下ってここに止めていいってことかな。そういうこと？聞いてみようコーヒー、ソフトドリンク、フラッペ、うちはもう自家焙煎でエスプレッソマシンがあるので、いろんなメニュー作れますね。オーナーさんコーヒーライダーさん、コーヒーライダーで YouTube してますから、はい、長崎みかんのフラッペにしました。映えております。映えております
ずつ乗ってて、で店を始めいやきついね、結構高いね。食べる。いただきます。やろうか。おいしい。なんでこんな柔らかいの？めっちゃ美味しい。これがれさんに4時間もいました。すみません。居心地が良すぎて。ありがとうございました。バイバーイ。居心地良すぎて4時間もいっちゃった。いすぎだろうって。ちょっとね、今日はあんまり体調が良くなかったのでゆっくりさせていただいて本当に助かったし、今日はねドリンクのみだったんですけど、コーヒーライダーさんのケーキが超美味しかった。またね食事の時も来たいし、久しぶりに来たら会いたい人がまた増えたよ。さあこれからですね、私は、今日の夜フェリーに乗り帰る予定なので福岡方面に向かいましょう。さあというわけで2時間半ほど走り続けまして、新門司港のフェリーターミナルにね今向かっているところです。今回は、3週間ちょっとぐらいの長旅でした。本当だったらねもうプラス1週間ぐらいはフラフラしようと思ってたんですけど、早めに帰ります今回はねこうお仕事をうまくつなぎ合わせてふらふら放浪の旅に出てはいましたが、天候にねいろいろ左右されて思うように動けなかったところもありましたが、後半の方は天気がよく、とても気持ちよく走れましたし、今回の旅の裏テーマといっちゃなんですが、私なりのテーマがですね、会いたい人に会いに行くっていうのがテーマでもあったので、いろんな方とお会いできてご挨拶できてよかったなと思ってます。これでね季節がもうこれから冬に入るので、ロングツーリングはもうこれが今シーズン最後かなとは思います。常日頃悔いのないように行動しようとは思っていますが、おおむね日本の行きたいところには行けたし、でも心残りが残ってるとしたら離島だね。レブン利尻にはやっぱり行けなかった。でも宿題は残しといた方がいいからという自分に言い聞かせて、またねいつか旅に出られたらいいなと思います。よし乗るぜー。さよなら九州、また来る日までありがとう。よいしょよいしょ。Stop when
when you're away, do I miss you? Is it just because I can't kiss you? Is it dishes in the sink or the lack of a wink? Or just because I love my life with you?